ご理解第54節。徳のないうちは心配する。真徳を受ければ心配はない。損得を任せ、生死までも神様任せになれた時の状態が心配はないの時である。真徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。まさに真徳の世界である。神様が成り行きを通して私どもに語りかけてくださる。ささやきかけてくださる。その神様のお心、何を伝えてくださろうとしておるのか、それをよくよく感じ取っていくというのか。さあ、神様が何を教えてくださっているのだろうかと聞く耳がいると思いますね。今朝は2つのことを教えていただいたように思います。一つは、昨日からその私のこの話の音が聞こえないということをご報告いただきました。それで私も試してみましたところ、私のところでは聞こえているような感じでした。それでまた別の方にどうですかと、聞こえてますかとお尋ねしましたところ、その方も聞こえているということでした。それで、これは聞こえない人と聞こえる人とあるのだなと分かりました。それで何を神様が分かれとおっしゃったのかと、こういうことかなと思いました。その今までは全体に対して語りかけるというのか、発信するというのか、そういうことを目的としておりましたけれども、いわば全体ですね。その万人というのでしょうか。一般の人、万人向けというようなことを意識しておりましたけれども、これからは一人一人、個人個人によってやはり違いがあるわけですからね。その個々の人に対しての対応ということも考えていかなければならないのだと。いわば一人一人に対してその対応をしていくということも眼中に置いていなければならない。その例えば教えなら教えでも万人向けの教えというものがあります。そしてまた一人一人の個人個人に対応された教えというのもあります。これからはその個人個人に対応したものに心を向けていかなければならないと。例えば教祖様の見教えでも、ある方にはお酒を飲んではいけませんと言われ、ある方にはまた少しぐらいはお酒を飲んだ方がいいとおっしゃっておられることがありますね。全体に対しての教えと、その一人一人に対しての教えとが相矛盾するようなこともやはりあるわけですね。それをこれからはその一人一人個人個人に対応するところのものも話していかなければならない。その何と言いましょうか、そこに心を向けていかねばならない
ということを教えていただいたように思います。と、もう一つ今朝、新中記念の時に教えていただきますのは、私が教会ではありませんけれども、教会を持とうとかいう思いはありません。しかし、これは私自身は欲しくはない。しかし、師匠のことを思うと、これはやっぱり教会があった方がいいのかな。師匠に喜んでもらうためには、教会というものを作らせていただいた方が良いのだろうか。と思い出しました。それで師匠のお話を思い出させていただきましたのが、おかげをいただきたいと思うけれども、それは決して師匠がおかげを欲しいからおかげが欲しいということではなかったということですね。師匠のお父さんお母さんに美味しいご飯を食べさせてあげたい。おかゆさんだけではなく普通のご飯を食べさせてあげたい。ためにはどうぞ神様おかげをいただかせてくださいと。もしこの両親が亡くなった後は、それこそ元の木阿弥おかゆの生活に戻ってもいいですので、せめて両親が生きておる間は両親にご飯を食べさせてあげたい。ですからどうぞおかげを授けてください。と願われておられますね。この姿勢が、この心根が大切だというのですね。自分がおかげを欲しいから神様にお願いするというのではなく、自分はもうどうでもよいのだと。ただ親に喜んでもらいたい。これは師匠が親が心配するからと、痩せ細って心配していると神様にお願いしたら、坊主になって帰れと。そして坊主になって帰ったら少しは太ったようだねと親が喜んでくれたと。師匠の場合、自分が欲しいからおかげが欲しいのではなく、親に喜んでもらいたい。だからおかげが欲しいというおかげの求め方であったことが語っておられますね。おそらく一時が万事そうだったのだと思います。自分がおかげを欲しいからおかげを願うのではなく、親に喜んでもらいたい。私がおかげをいただくこと、それは親に喜んでもらいたいためにおかげをいただきたい。親がもう亡くなってしまえばもうおかげはいただかなくてもよいと。自分自身はもういらないけれども、親を喜ばせるためにくださいという姿勢であられたわけですね。ですから、こういうことかなと。もう教会と言いましょうか、そういうものは私としてはもうどうでもよい。必要はない。けれども、もしその教会を作ることが師匠が喜んでくださる、もしそれが神様も喜んでくださるということであるならば、これは師匠に喜んでもらうことのために、やはり教会を持たせていただくことを願いとせねばならないのだなと、今日は新中記念の時にそう思わせられたことでした。もう自分自身はおかげをいただこうがいただく前が、もうそれはもうどうでもよいことだと。しかし親が喜ぶことのためにおかげをいただきたいというおかげを願う願い方ですね。
私が幸せになろうとかなるまいとか、そういうものはもうどうでもよいのだと。ただ私が幸せになることが神様が喜んでくださる。師匠が喜んでくださる。だからその幸せを願うのだ。という心根ですね。そういう心根からのおかげを願う。何々を願う。ということで、なからねばならないよと教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。